つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は古くから高対象魚として親しまれている人気ターゲット、イシガレイについて解説いたします。本日の目次です。分類・分布、形態、生態、文化・歴史、釣り方、料理、この6つの項目について解説いたします。分類・分布。分類、カレイ目カレイ科イシガレイ属。別名、イシガレ、イシモチ、イシモチガレイ。カレイ科は北極海、太平洋、インド洋、大西洋の沿岸の浅い海から水深1000メートルの深海までに生息する海水魚で、世界で100種ほどが知られます。うち日本近海に生息するのは本種のほか、マガレイ、マコガレイ、ババガレイ、ナメタガレイ、ホシガレイ、メイタガレイ、アカガレイ、オヒョウなどの40種余りです。イシガレイは単独でイシガレイ属に属しており、南西諸島や九州南部を除く全国各地に分布しています。形態。カレイ科には多くの種が存在し、姿形や体色が非常によく似ているため、識別が困難で混同されがちです。中でもイシガレイ、マコガレイ、マガレイの3種は酷似しているため見分けが難しいです。マコガレイは体の割に口が小さく、また全身が鱗で覆われていますが、イシガレイの体には鱗がなく滑らかで、その名の通り有眼側の背から尾にかけて大きく縦に並んだ石のような骨盤があることで区別することができます。なお、マガレイにも鱗がありますが、マコガレイに比べて大きく粗雑な並び方をしています。両眼間隔域が狭く、吻が尖っており、体の丸みが少ない点もマコガレイとの違いです。生態。イシガレイは水深70メートル以前の砂泥底に生息していますが、隣接した淡水域にも入ることが知られています。オスは2歳、メスは3歳で成熟します。全長30センチメートルから50センチメートルのものが多いですが、70センチメートルほどに育つ個体もあり、座布団ガレイなどと呼ばれます。JGFA の日本記録、2025年1月現在は、愛知県亀崎号で釣られた 3.48kg、62センチメートルの記録があります。産卵期は12月下旬から7月で、北ほど遅く、水深20メートルから50メートル域で産卵すると推定されています。抱卵数は全長25センチメートルで20万粒、30センチメートルで80万粒、35センチメートルで150万粒。卵は水温13度前後で、おおむね4日から5日で孵化します。仔魚器は普通の魚と同様に相対的で、体を垂直にして遊泳していますが、成長に伴って左岸が頭部の辺縁を通って右側に移動します。体も両岸を背面とする水平の形となり、遊泳も垂直から水平へと変化します。同時に頭部の骨格構造、神経系構造、筋肉構造も変化します。この一連の変化を変態と言います。孵化後80日余りで変態が終わり、定性生活へと入ります。仔魚器の主な餌は珪藻類、デトリタス、有機物の粒子、ケンミジンコなどで、成魚になると二枚貝、エビ、カニ類、タモ類のほか、イカナゴなどの魚類を食べます。また本種は季節的な新鮮移動だけで広域移動はしません。文化・歴史。イシガレイの学名、カレイウス・バイコロラツスの俗名であるカレイウスは、アメリカ・スタンフォード大学の学長になった魚類学者であるジョルダンと、その弟子であるスナイダーが命名しており、日本語のカレイから付けられたと思われます。なお、バイコロラツスとは2色という意味があります。イシガレイという呼び名は実に古いです。医師の武井周作氏が1831年に表した魚鏡は、
一般の人々が健康を保つのに役立つ健康医学書ですが、ここに133種の魚介類がいろは順に配列して記述してあります。イシガレイの名は、カレイ、和名称にイズ、主外記にワウオ魚の字を持ちゆ、俗にカレイの字を持ちゆ、漢名、非目魚、項目にイズ、種類、最も多し、ホシガレイ、イシガレイ、ムシガレイ、メイタガレイ、モガレイ、マコガレイ、最も小なるものを俗にコノハガレイという一文に登場しています。釣り方。関東から西の地方でカレイ釣りといえば、イシガレイとマコガレイを指します。どちらかというと、関東ではマコガレイ、東北、北陸、瀬戸内ではイシガレイがメインです。防波堤や岸壁からの投げ釣りのほか、ボート、船からでも狙えます。カレイの沖釣りは冬に本番を迎えます。関東地方では茨城県鹿島エリアがマコガレイ混じりで数、型ともに狙える釣り場として人気があります。イシガレイ釣りで使われる主な仕掛けは次の通りです。投げ釣り仕掛け。投げ釣りは数本の竿を置き竿にして当たりを待つやり方が一般的です。装飾のないシンプルな仕掛けを使う場合は、まめに錆びいて餌をアピールさせると良いです。付け餌は岩磯目の通し刺し、あるいは青磯目やコガネムシをたっぷりと房掛けにします。当たりは地合いが変わると急に出るので、とにかく粘ることが大切です。小さな群れで行動するので、1尾でも釣れたらその付近を重点的に狙ってみましょう。沖釣り仕掛け。仕掛けの全長は80センチメートルほどで、中間に15センチメートルの枝巣を出します。大型が見込める鹿島エリアでは、先調子の竿で東京湾仕様よりも少し太めのミキ糸を基本とし、仕掛けの長さは60センチメートルから80センチメートルにします。枝巣もミキ糸と同じ太さで15センチメートル。針はマルセイゴ13号から15号、またはカレイ11号から12号が目安です。パイプ類を使い派手めにするのがおすすめです。餌は青磯目の房掛け、青ヤギやホッキ貝の切り身などを使用します。料理。マコガレイに比べると泥臭さが強く、食味は落ちるとされますが、これが通人にはたまらないと言います。旬は産卵期前の秋と産卵後に浅場で栄養を蓄えた夏です。また、秋から冬に抱卵しますが、この卵も非常に美味です。小型であれば丸ごと揚げるのがおすすめです。身も骨も最後まで美味しくいただくことができます。背骨や頭の骨は身を食べてから再度揚げればさっくりと風味よく仕上がります。みぞれ揚げ。カレイの身に片栗粉をまぶし、中まで火が通るようにじっくりと揚げ、皿に盛っておきます。醤油、みりん、日本酒、だし汁を煮立て、大根おろしを入れて軽く煮ます。カレイにたっぷりかけ、浅漬きを散らします。煮付け。カレイは5枚におろし、食べやすい大きさに切ります。鍋に水、酒、醤油、みりん、砂糖を入れて煮立てます。煮立ったらカレイを入れ、時々鍋をゆすり、煮汁が全体に回るように煮ます。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。